なんであなたがそんなに怒ってるの？内田くんのことなのに。なんでって、男として同情しますよ。もし自分がそうされたらって思ったら、腹が立って仕方ありません。翔子さんはさらに目を大きく見開いてこう言った。もし自分があって、どうして人の立場になって考えるの？自分がされたわけじゃないのに、そんなに腹を立てるなんて意味ないでしょ？疲れるだけよ。一晩付き合ってあげるわ。俺は高塚慎吾。結婚してもう20年になる。夫婦仲はいい。20年も一緒にいれば会話も少なくなり、お互い空気のような存在になるなんて話をよく聞くけど、俺ら夫婦はそんなことはなく、時間が足りないって思うくらい、毎日よく語り合っていた。お前ほんと奥さんと仲いいよな。羨ましいよ。うちなんてさ。友達にはよく愚痴を吐かれつつ羨ましがられた。でも出会った頃のことを考えたら、まさか俺たちがこんな関係になれるなんて思ってもみなかった。妻の翔子と出会ったのは職場だった。翔子は当時30歳。俺は24歳。そう、翔子は俺より6つも年上だ。女はクリスマスケーキ。25過ぎれば売れ残りなんて言われてた時代のこと。30歳で独身だった翔子は完全に婚期を逃していた。当時はそんな女性にはどこか決定的な欠陥があるんじゃないか。家族に何か大きな問題を抱えてるんじゃないだろうか。なんて言われていた。今の時代なら女性蔑視だと怒られそうだが、正直、翔子はどちらかというと、性格に問題がありそうだった。というのも彼女、誰に対しても愛想なく冷たい対応、いわゆる塩対応を突き通していたのだ。ただ、男性社員は皆一度は彼女にアプローチを試みていた。その理由は一つ。彼女はすごく美人で巨乳だったからだ。この前も後輩の内田が彼女を誘っていた。翔子さん、イタリアンの美味しい店見つけたんですよ。一緒に行きましょうよ。遠慮するわ。あ、和食の方がお好きですか？それなら。どっちも興味ない。翔子はそう言って、内田の方をちらりとも見ず退社していった。うなだれる内田に同情しながらも、俺は当時付き合っていた彼女、リサとデートの約束があったから、すぐ会社を後にした。リサと付き合ってもうすぐ半年。半年記念に何かプレゼントでも買っておこうかな。そんなことを考えながら待ち合わせ場所に向かうも、リサの姿はない。急な残業でも入ったのかなと思いながらしばらく待ったが、いつまで経ってもリサは来なかった。連絡してみても応答はない。もしかして事故？俺はいても立ってもいられず、リサの姿を求めてキョロキョロしながら辺りを探した。すると、待ち合わせ場所から少し離れた公園のトイレの前にリサの姿を見つけた。あ、俺がリサの名前を叫ぼうとした時だった。リサは遅れてトイレから出てきた男性に笑顔を向け、抱きついた。驚きで固まった俺が見ているなど知らない二人は、そのままイチャイチャし始めた。リサは俺に見せたことのないような笑顔で男性に甘えている。俺は目の前の状況を飲み込めないまま立ち尽くした。そして相手がかなり年上の中年男性であることが
さらに俺を傷つけた。なんであんな奴と？拳を握りしめ震えていると、リサがやっと俺に気づいたようだった。一瞬ハッとし、慌てたような素振りを見せたが、リサはつかつかと俺の方に近づき、ごめん、別れて。見てたよね。こういうことだからさ。じゃあね。悪びれもせずそう言って男性のところへ戻り、俺に見せつけるように腕を組みながら去っていってしまった。こういうことだからってなんだよ。俺よりその中年親父の方がいいってことかよ。確かに金は持ってそうだもんな。金目当てかよ。お前そんな奴だったのかよ。俺は心の中で叫んだが、声には出さなかった。別れて、ときっぱり言ったリサの目は本気だった。きっともう何を言っても無駄だろう。どのくらいの時間、俺はそこに立っていただろうか。はっと我に返ると、後ろに人の気配がするのに気がついた。振り向くと、なぜかそこには翔子さんが立っていた。なんで翔子さんがここに？翔子さんは俺を見て笑った。笑い声はだんだん大きくなり、静かな夜の公園に響き渡った。なんで笑うんですか？俺が振られたからですか？振られたの？翔子さんの笑い声は一層大きくなった。っていうか、なんで翔子さんこんなとこにいるんですか？腹が立った俺は怒鳴るように翔子さんに聞いた。内田くんがどうしてもってしつこいから、イタリアンの店行ってあげたの。でも彼の話全然面白くないし、つまんないから途中で失礼してきたの。なんて人だ。内田も勇気を出して誘っただろうに一周し、挙句の果てはつまらないからといって内田を置いて帰ってきただなんて。自分勝手にも程がある。俺は今目の前にいる翔子さんに対する怒りでいっぱいになり、振られた悲しみさえかき消されるほどだった。俺は思うままを翔子さんにぶつけた。なんで女の人ってそうなんですか？男の気持ちを何だと思ってるんですかね？もてあそんで楽しいですか？内田の気持ち分かっててあんな冷たくしてるんですよね。結局ついて言っといて、つまらないから帰る？男をバカにしないでくださいよ。俺はそう叫びながら、誰に対して言っているのか、自分でもよくわからなくなっていた。俺を見下すような目で見ながら、別れてと言ったリサに対しての怒りを、翔子さんにぶつけている、そんな気もしていた。完全な八つ当たりだ。でももう止まらなかった。内田に謝ってくださいよ。バカにしてごめんなさいって、冷たくあしらってすみませんでしたって。翔子さんは不思議そうに目を見開き、首を傾けた。なんであなたがそんなに怒ってるの？内田くんのことなのに。なんでって、男として同情しますよ。もし自分がそうされたらって思ったら、腹が立って仕方ありません。翔子さんはさらに目を大きく見開いてこう言った。もし自分があって、どうして人の立場になって考えるの？自分がされたわけじゃないのに、そんなに腹を立てるなんて意味ないでしょ？疲れるだけよ。塩対応だとは思っていたが、こんなにも人の心を持っていない人だなんて。俺は心底呆れた。共感するってことができない人なんだ。だから人が振られたのを見て笑ったりできるんだろう。
俺はもうこれ以上、翔子さんと話していたくなかった。ちょっと待って。俺が帰ろうとすると、背中で翔子さんの声がしたが、聞こえないふりをして、そのまま家に帰った。リサにこっぴどく振られ、翔子さんにバカにされ、笑われた最悪の日から2週間が経った。リサとはあれ以来連絡も取っていないし、もちろん会ってもいない。だんだんと失恋の傷は癒えてきてはいたが、問題は翔子さんだ。翔子さんとは嫌でも毎日顔を合わせなきゃならない。俺は翔子さんの顔を見るたび、あの時の嫌な気持ちを思い出し、ムカムカしていた。内田も俺と同じ気持ちなのか。あれ以来、翔子さんを誘うどころか、避けているような感じもする。人の気持ちになって考えることを疲れると言い切った翔子さん。だから30になっても独身なんだよ。そのまま一人で寂しく年老いでいくんだな。いい君だ。俺はそこまで考えていた。今になって思えば、そんな俺こそ、人の気持ち、翔子さんの気持ちになって考えることができていなかったんだ。少しでも翔子さんを理解しようとしてたなら、翔子さんを毛嫌いすることもなかったのではないか。そう思うが、当時はただただ翔子さんを嫌っていた俺。ある日の終業後、俺は翔子さんに声をかけられた。一晩付き合ってあげるわ。ああ。俺の口調、表情から何か察したのだろう。翔子さんは有無を言わさず俺の腕をつかみ引っ張った。いいからこっち。ちょっと。振りほどこうとした手が翔子さんの胸元に当たった。ごめんなさい。とっさに謝った俺は、なんだか無性に恥ずかしくなり、そのままおとなしく翔子さんについていくことに。着いたのは有名な高級寿司屋。いや、こんなとこ予約してないと入れないっすよ。予約？もちろんしてるわよ。翔子さんは澄ました顔で入り口で名前を告げ、俺たちは奥の個室へと通された。なんでわざわざ予約してまで？男性社員から誘われてもことごとく拒否していた翔子さんが、なんで俺を誘うのかわけがわからなかった。しかもあんなことがあったばかりだ。もしかして俺が腹を立てているのも分かってないのだろうか。そこまで鈍感なのか？ぐるぐると考えていると翔子さんが言った。高塚くんとゆっくり話したかったの。ごめんなさい。翔子さんはいきなり俺に頭を下げた。この前、あなたを怒らせたわよね、私。反省してるのよ。怒らせたってことは分かってるんですね。自分でも思ったが、俺はすごく嫌味っぽい言い方で翔子さんに言い返した。分かってるわ。なんであなたが怒ったのか、その理由もちゃんと分かりたいと思ってるの。人の気持ちをちゃんと理解できるように、私変わりたいのよ。変わりたいって言って簡単に変われるものでもないと思いますけどね。生まれ持った性格なんですよ。その冷たさはきっと。違うわ。翔子さんはそう言うと大きく息を吸い、ゆっくりと吐いた。そしてポツポツと話し始めた。私ね、小さい頃はすごく他人に振り回されてたの。人の感情に左右されて、いつも顔色を伺ってた。
人の気持ちなんて関係ない。疲れるだけだと思ってるんじゃないですか？無理やりそう思おうとしてたのかもしれない。翔子さんは話を続けた。翔子さんは周りの感情に敏感すぎたことで、心身のバランスを崩した時期があったそうだ。そして結果、自分の感情に蓋をしてしまったのだという。相手に共感しすぎることで、必要以上に落ち込むことが続き、それならいっそ人の気持ちなんて無視すればいいと思った。それは自分の心を守るために彼女にできる唯一のことだったのかもしれない。高校生の頃の話よ。周りの大人たちはみんな気にしすぎだ、神経質すぎるって取り合ってくれなかったけど。心に蓋をし、自分を守るために人に共感することをやめた翔子さんにとって、内田のために腹を立てる俺は眩しく見えたのだという。そんな俺を見て、このままじゃいけない。大人として変わらなきゃいけない。そう思ったんだと、目に涙をいっぱい溜めながら俺に言った。そうだったんですか。誰に対しても塩対応で冷たく接していたのも、そういうわけだったのか。きっと、翔子さんは怖かったんだ。人と距離を詰めることで共感し、また自分が傷つくことが。なんかすみませんでした。俺知らなくて。当然よ。誰にも言ってないもの、こんなこと。でも、なんで俺に言ってくれたんですか？あなたに助けてほしいって思ったの。人の立場に立って本気で怒れるあなたといれば、私もまた昔みたいに心を開ける気がして。俺が翔子さんを助ける？俺にはそんな資格はないと思った。だって翔子さんの態度だけを見て、その奥にある気持ちを全く分かろうとしなかった上に、いい君だなんて思って嫌ってしまっていたのだから。俺は深く反省した。時々こうして私と会ってくれないかな。この前あなたを傷つけたことは心から謝るわ。本当にごめんなさい。翔子さんはそう言いながら上目遣いで俺を見た。翔子さんが塩対応だった理由も分かった今、断る理由はない。俺の方こそなんかすみません。そうして俺たちはその後よく二人で会うようになった。二人でいる時の翔子さんは最初こそぎこちなかったが、だんだんと本来の優しさ、思いやりの深さが感じられるようになり、冷たい印象は徐々に消えていった。悲しい映画を見れば泣き、俺が面白い話をすればケラケラと子供のように笑ってくれた。堅くなに心を閉ざしていた少女の頃の自分を取り戻していってるみたい。あなたのおかげね。翔子さんはそう言って笑った。俺は俺でリサに振られたことで女性が信じられなくなっていた心を翔子さんの無邪気な笑顔が溶かしてくれた気がしていた。翔子さん、俺と正式に付き合ってください。気がつけば俺は翔子に恋をし告白していた。あんなに嫌っていたのに自分でも不思議な気持ちだ。翔子は戸惑ったように笑った。でも私、また昔のように壁を作ってしまうかもしれない。その時はまたあなたを傷つけてしまうわ。大丈夫です。翔子さんはもう昔の翔子さんじゃありません。俺が保証します。翔子は安心したように微笑み、
俺の差し出した指輪を受け取ってくれた。幸せな日が続き、お互い結婚を意識するまで時間はかからなかった。職場に俺たちの結婚を報告したときは、みんな腰を抜かすほど驚いていた。え、翔子さんと高塚が？内田は、大丈夫なんですか高塚さん。なんて言って心配してくれた。失礼だな。大丈夫だよ。俺たち二人は絶対うまくいく。確信してるよ。そして20年が経った。あの時の俺の言葉は正しかった。今でも俺たちは恋人気分を忘れない仲のいい夫婦として幸せな毎日を過ごしている。翔子は今も明るくて純粋で無邪気。涙もろくて困っている人がいればすぐに手を差し伸べられる優しい人だ。俺はそんな翔子に癒されている。俺があのまま翔子のことを嫌い、遠ざけていたら、今の幸せはなかっただろう。翔子があの時、勇気を出して自分を変えようとしてくれたこと。俺は心から感謝している。このまま30年、40年、翔子と過ごせる日々を思うと、楽しみでならない。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。